うわすげえわこれ。ちょっとこれマジで興奮するわこれ。すげえよ。この迫力はすごい。大迫力ですよこれ。当時の人たちはなんだこれはっていう感じでしょうね。あ、OK。やってきました。ここはね、先ほどのあのお寺から移動してダーエンターっていうところに来たんですけれども、まだねそのダーエンターが見えてないんですよ。いやでもすごいね、広いわ。やっぱり平地のこの西安の土地とね山岳都市の重慶の土地では違いますね。あ、見えました。あれダーエンター、あれですね。うん、有名なダー、すごいなこのバーガーキングめっちゃかっこいいやん。これ多分一番かっこいい。初めて見たわこんなかっこいいバーガーキング。ちょっと写真撮ろう。これかっこいいよ。このバーガーキングナイスですね。あ、この辺すごいいいですね。こう市民の憩いの場みたいになってて公園ですね。すごい広いよここ。浅井君、西安は初めて。どうですか初めての西安。いや気分が違うんですよね。気分が違う。全然中国の都市で、重慶でも全然違う。確かにね。だから各都市やっぱ雰囲気全然違うね。あとやっぱ喋り方が違うのが面白いよな。さっきのあのタクシーのうんちゃんとかもそうですね、ちょっと西安弁っていうかね、だから僕もこの辺は西安弁は言わないですね、みんなが。なんかこっちの人ってさ、シャマシャマあって多いよな。こっちの人多くない？そうなんかね、重慶やったらはが多いよな。クイラはとかははとかが語尾につけるのが多いんですけど、こっちの人はあってなんかクイラあとかなんかあってつけるのが多い。結構ね中国語勉強してるとこの語尾に何をつけたらいいかっていう結構あるんですよ。でもそれはその土地とか方言によって違いますね。すげえな。近づいてきたよ。本物の塔のダーエンター。三蔵法師がインドから持ち帰った仏殿の保存と翻訳のために652年に完成した大雁塔。当初は5層の塔で土で作られていたため50年程度で倒壊してしまいました。そのため701年から705年武則天の統治時代に全て千というレンガの一種で作られた10層の塔が作られました。日本から訪れた円仁や空海も登ったことがあると言われています。本日は大雁塔最上階まで登っていきます。和の国の古代偉人たちが登ったであろうこの大雁塔、過去から現在まで脈々とつながる歴史をかみしめながら映像をご覧いただければ幸いです。それでは行きましょう。
唐の時代。あ、日本語書いてある。唐の時代、進士に合格したとき、なんちゃらなんちゃらという題名という風習の間に円が入ってます。なぜだ年轻人。行きましょうか。うん。この作品は高孫大娘っていうのが剣を振る時の凄まじい勢いを表した。壁もめっちゃ高くない？この壁ねえ、すごい高いですよこれ壁。でこのまままっすぐ行くとすごいね、そのライトアップとかが綺麗な大雁塔、南広場っていうのがあります。そこのねライトアップを今日ね見ようと思います。やっぱりねこの僕の PCR 検査の結果が出ないんでどこにも入れないんですよ。その博物館とか、あと明日、ビンマヨン兵馬俑を見に行く予定なんですけど、その PCR がないと兵馬俑も見に行けないんで、今日の夜11時にその結果をね取りに行ったら紙媒体でもらえるので、だから明日は問題ないんですけど、今日のね予定が完全にポシャっちゃいました。本当ね今このやっぱりコロナ時期なので、いろんなねこうルールが変わるのが中国で、そういうかなりもう変化に富んだそういうルールがあることによって、コロナのその爆発的な感染っていうのを抑え込んで、国内でももう感染の連鎖を断ってるっていうのなんで、仕方ないのは仕方ないですけどね、実際旅行行くっていうのはかなり面倒ですね。そうやね、ユニクロ入ってるよ2階に。優衣庫ね。ウエスティンホテル、ほんまや、目の前がウエスティンホテルですね。さあここが大雁塔の中心っていうかその門かな、正門みたいな感じ。うわすげえな、すごいね。やっぱ京都の都もこの西安をモデルにして作ったと言われてるじゃないですか。なのでね、やっぱなんかやっぱ古都っていう感じがしますよね。なんか西安のその建物は重慶は違うでしょ。違うね、全然違うね。入れないかな、やっぱその PCR 検査のないと。まだ反映されてないのかな。じゃあ待って、はい、浅井くんがね今入れるかどうか聞きに行ってくれてます。できる？あ、そうなの？じゃあ入ろうか。チケットだけでいい？マジで？じゃあ買いましょうか。40元高いね。给我2个。2个80。
よっしゃ、なんか入れるみたいなんで PCR 検査がなくてもこちら入れるみたいなんで、2枚ね、僕と朝日くんのやつゲットしました。入っちゃいましょう。あ、入れると思わなかったし、なんかラッキーやね。ラッキーな感じ。扫个码，扫个码。请进成人票，请进成人票。わあ、すげえね。すごい。すごいね。何階建てやろ。1、2、8階建てぐらいかな。これが652年に、建てられたということで、最初は、5階建てで、その後に、9階建てになったのかならしいんですけど、で今はその7階建てになってるみたいで、高さが64メーター、でそこの幅が25メーター。めちゃくちゃ高いよこれなあ。だって今の時代で見てもこれかなり高いビルになるよ。だからこれを1500年前から作ってるって考えたらすごいね。あ、こういうなんがねやっぱいいよね。ドラゴン、中国龍ですよね。あ、今お坊さんたちがあれしはるね。お経を読んだはるんじゃないかな。啊，不能拍，这里不能拍。あ、不能拍。这里不能拍。多分ね、ちょうどお坊さんたちがいてこうお経とか唱えてる時は読んだら撮ったらダメみたいで、他のところはね撮っても大丈夫です。あ、ここ登るにもチケットがいるね。すごい高いよこれ。いや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 、これはすごいです。うわー、これでもこれはね多分その当時ですね、日本からその遣唐使とか遣隋使とかが訪れたと思うんですけれども、その人たちが見たらこれはもう感動したでしょうね。この迫力はすごい。大迫力ですよこれ。当時の人たちはなんだこれはっていう感じでしょうね。圧巻ですよね。すごいこれは。回ってみようか。じゃあ、まずはですね外側を見ていきたいと思います。朝日くんはなんか登らへんって言ってるんですけど、これ登らない意味ないでしょ。登りますよ。登らない意味ないよ。登らない意味ないよ。これはすごいよ。いやめちゃくちゃいいなあ、ここの雰囲気いいですよ。こういう庭園なんかもいいですね。
石の椅子、石の椅子です。ここめちゃくちゃ勉強集中できそうすごい集中できそう。この雰囲気いいんじゃないですか。ここでテレワーク、ここで仕事。浅井君普通ですか？何も感じないいいね、いいっすね。なんかこういうの見るとやっぱちょっと日本感あるよね。なんかちょっとこう日本っぽい感じがありますよね。やっぱこういう庭園とか、まあやっぱりこうやって見るとね、やっぱ古代中国から日本にいろんな文化とかね、そういうものが渡っていったんやなっていうのはすごい感じますよね。でその渡った日本でその日本独自の文化にこう昇華したという、ね、その歴史が伝わってきますよね。こういうとこ来ると。多分ここ国慶節中は人いっぱいやったやろうな。よかった国慶節の後に来て。いやすごいね。ほなもう電気もね機械もない時代によくこんなん作ったな天才やでしょこんなん作ったの。唐の時代の建物のあ、これは唐の時代の建物なんや。どこでわかんの？形だけ。形を見たらわかる。うん。あの時代のすごいね。建物です。ちょっと写真撮りましょう。西遊記の三蔵法師西遊記だ。見るとわかりますよ。西遊記。他には三蔵法師ある？ないですね。上の装飾がすごいよこれ。とこの壁、奥の壁もすごい。いやすごいね。ちょっと歪んでない？気のせいかな。ちょっと左が上な、こっちが上な感じすんねんけど、うん、ちょっとこう有点歪啦感觉，就是靠右边，ちょっとねそんな感じしますよ。これは登らないといけないですよ、朝日くん。登りましょうよ。朝日くん払ってください、チケット代。朝日くん払って。その意味じゃないよ。それはその意味じゃないの？疲れたよ。あ、疲れたっていう意味？
いやほんまやね、さっきの。いやすごいな、このなんていうの、塀ですか。この塀もすごいね。ああ。这个一件多少？一票多少钱？25。25。等一下，我问一下。並んでます。これも当時のままってことですか、朝日くん。それはわかりますね。これ当時のままですか？わかんないわかんない。それはわかんない。两位。8回ですか8回。うん。ゲットしました。可以哦。包可以放的吗？双肩包要去传的。这个。要去。なんかね、そう、カバンを預けれるみたいなんで、ちょっと機材とか入ってるね、カバンがいつも朝日くんがね、持ってくれてるので、ここはだから8階まで上がりたくなかったんや。だからね、ちょっとここで預かってもらいましょう。よし。就在这儿住着几十年也没上过，陪你们上，快走！哎呀，好，这一个。你要不要喝水？不要啊 ，OK， 没事。这上去看不了多久。啊。好。请进，请进。嗯。さあ、大雁塔ですよ。なんかこう歴史に触れてる感じがするな。朝日くん、はい、そんな感じしない？歴史にこうなんか触れてる感じがする。そんな感じしない？あるよ。ある？ある。これ色はすぐわかります。いやだって昔にね、朝日くん、三蔵法師とか言うたら空海とかがここに来てたわけでしょ。だからすごいこう歴史のね場所にいるっていう感じがしてね。さあ、これが本来のだ。だからこれもうガラスでコーティングされてる。これがもう本来の石ですよ。これやっぱもう人が通ってもうこんなやってすり減ってるんで、こういうもうコーティングがされてるね。すごいねこれは。こんなんもねすごいよね。石をようこんなでかい石を運んだな。機械もない時代に。うわすげえわこれ。ちょっとこれマジで興奮するわこれ。すげえよ。これ考えられる？これこんなん。いやすごい、これが前景ですよね。あ、ここに設計の構造のあれが書いてあるね。
これもね、こんなんもう完全にこう計算し尽くされたね力学ですよね。あ、違うです。シャーだ。これは下がってくる方やね。こっちが3。こっちが3。じゃあね、早速上がっていきましょう。この階段は当時からあったんかな。こういう風な階段の作りやったんかな。まあそうやろな。そうじゃないと上がれへんもんな。すごいね。見渡せるよ。すごいね。すごいね、この景色は。じゃあこれはもう全部石ってことやね。だから内部はここまで。フロアとしてはもうこれだけの狭さですよ。あとはもうこういうところは全部石でしょ。これは明の時代の銅で作られた仏さんやね。すげえなこれは。じゃあここはここ2階です。朝日か。そうです。もう3階ぐらい上がってきたかなと。2階でしたね。うわ、これ低いから気ぃつけてよ。ここね。3階ですよ。こっち見てみようか。あ、すげえ。あの広場もすごいおしゃれやな。下の広場ね。すごい風きつくなってきたな。風がね、やっぱ高いからすごいね、風がきつくなってきたし。あ、これ見て、すげえ。これ当時のあれですよ、神代
金の時代ってあったの？金。だから金です。あるある。ダイナスティって書いてあるから。そう。金ダイナスティって書いてあるから金の時代ですね。だからこの奥にこれがあるわけでしょ。本物の。ねえ。うん。これは贝耶金吗？贝耶金，这是 copy 的。このガラスの中の紙がその当時のやつかな。まあこれはコピー。そうかそうか。これはレプリカか。コピーだね。レプリカ品ってことだよね。すごいな。でもこんなやって保存されてるわけでしょ、本物は。多分、いやわかんないですよ。多分。いやーこれね、本当人が一人ね、登れるぐらいの幅なので、だからちょっと待たないといけないよね。ちょっと待とうか、この人らが降りてくるまで。うん。今ここ3階なんであと5階登りましょう。ちょっとこれ歪んでんの分かる？ちょっと有点倒这边分かる？こっちの方がちょっと高い。お坊さんやね。これは何ですか？おお、すごいね。三蔵法師の場所。うん。あそこが三蔵法師のねところで、後ろは広場になってる。さっきね、ずっとあっちの広場からあそこの道路から降りてずっと歩いてきましたけど、いやでもこれすごいな。だって当時のね、浅井君、当時のこの唐の時代の人はここまで登ったら全部見渡せたわけよ、国を。わーって言って、わーあんな遠くまで見えるって言って、すごいな。これはちょっと感動ですよ、これは。里面什么东西哦？舍利子。小栗子。小栗子って何？小栗子。おー、建築材料すごいね。
ィンドベル。ウィンドベルだから。へえ。すごいな。これはすごいね。さあ今5階、あと3階登りましょうか。これ普通のこんだけ高いからさ、だから2階分ぐらいで1階やね。だから本当はもっと登ってるでしょ。だいたい2階って言ったらこれぐらいだよ。でまた登ったら次3階ぐらいやから7階。あ、ここが屋上か。来ました屋上。ここ7階。白7階まで来ました。はあ。那边还没有看。あ、あっち。あっち。すごいもん作らはるな、古代の人はね。当時の超高層ビルやで、こんなん超高層ビル。ただの高層ビルじゃないよこれ。やっぱここからの景色がいいからね、みんな撮ってはるわ。これはすごいで。すごい。撮る。はい、朝日くんも写真どうぞ撮ってください。すごいですよ。本当に。もう見応えしかないです。まあかなりこうね、急な階段を登ってきたんですが、今からですね下に行ってまた下に降りたいと思います。これもまたねかなり急です。降りようか、朝日くん。降りましょう。めちゃくちゃ急ですよこれ階段。いや、ちっちゃい子供も頑張って上がってきてるわ。よし。さあ、64メーターやったっけ。そのね塔を登って降りてきましたが、いかがだったでしょうか皆さん。これはすごいですね。やっぱ中に入ってやっぱ改めてすごさ感じますね。これ当時の空海さんもね、日本からはるばる来て唐というね国に来てね、中華っていう国を見て多分やばいなと思ったと思いますよ。はあ、これ見れただけでもう今日大満足やわ。我已经满足了，我已经吃饱了，看这个就吃饱了。これはすごいです。本当に感動しかない。はい。
今ですね、先ほど大エンター、あれ、大岩島っていうのかな、日本語で。そこを見てですね、ちょうど出てきました。そしてこの前がですね、この南広場という場所でして、ここのねライトアップがすごい綺麗らしいんですよ。なのでですね、今からこのね道を歩いていきたいと思います。で、先ほど中にあったねそのお寺が三蔵法師ゆかりのお寺ということで、ここにね三蔵法師の、仏像っていうか、この像がねありますね。すげえ。これライトアップがすごいな。ああ、すごいね。このね大エンターと三蔵法師がいいね。浅井君は大丈夫？あれ記念撮影。浅井君いいよ、行ってきて行ってきて。俺撮ってあげる。行ってきて撮ってあげるしそう本物と一緒に撮っておきましょう。もうちょっと右に寄って、反対。あ、オッケー。